はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブリューライフの早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ですね、調味料に関してとか、その発酵食品ですね、そういったことに関して、いろんなお話をこれまでに、してきたんですけれども、今回からですね、ちょっと、スパイスとハーブ、これについてですね、改めてちょっと違うジャンルにはなるんですけれども、詳しく解説していこうかなと、思います。ということで今日はですね、スパイスとハーブの、第1回目ということになりまして、またですね続きで、シリーズでですね、解説をやっていきたいと思います。やっぱりその調味料ってもちろんすごく大事なんですけども、それに加えていろんな要素って料理にとってですね大事になってくると、思うんですが、その中でもですねやっぱり料理に欠かせないものっていうのがスパイスとハーブというところなので、調味料プラススパイスハーブといったところで、お伝えしていこうかなと思います。でスパイスとかハーブって聞くとですね日本人にはあんまり馴染みがないといったところも、あるのでちょっと使い方にあんまり慣れていなくって、どうやって使っていったらいいかわからないとかですね、そういうイメージもあるかもしれません。例えばこのスパイスっていうとスパイスイコール辛いものみたいな、そういったイメージがあるという方も多いかもしれないんですけれども、だけどもですね日本に、昔からあるというか、日本でもよく使われている、例えばシソとか、わさびとかですね、そういった、薬味、いわゆる薬味って言われているものとかも実はあれスパイスの一種なんですよね。なので、日本人も昔からそのスパイスと言われるものを、使ってきたという歴史ももちろんあります。で、スパイスってすごいいろんな種類があるんですよね。本当によく聞くものだと結構知ってるって、使ったことはないけど知ってるっていうスパイスの名前とかってあると思うんですけども、多分それ以外に全く聞いたことがない、初めて聞いたっていうやつも山ほどあるんですよね。そんなスパイスとハーブなんですけれども、スパイスとハーブはですねその料理に対して、香りをつけるとか味をつける、あとは匂いを消すっていう効果もあったりします。あとは色をつけるですよね。そういった、大きく分けると4つの、効果があるんですけれども、それはもちろんのことですね。その料理に対していろんな作用があるっていうのはもちろんのこと、昔からですねやっぱり健康に、も役立てられてきたということもあります。例えばアロマテラピーだったりとか、メディカルハーブとかですね、そういったものがあるんですけれども、要は薬草とかそういった形で民間薬としてもよく使われていたという歴史もあります。どういう健康効果とかがあるかっていうと、例えばスパイシーな香りが、すること、その香りを嗅ぐことによって食欲が増進されたりとか、あとは爽やかな香り、これを嗅ぐことによってリラックスできるような効果があるとかですね、そういった、これが代表的な、健康効果、美容効果っていうところになると思うんですけども、そういったことも、もちろんあるわけなんですよね。なので、こういった、スパイスとハーブっていうものをですね上手に使いこなしてですね料理に使っていくことができればですね、料理以外にもいろいろ使い道があるんですけれども、料理の腕も上がっても美味しくなるっていうのもありますし、かつこの健康効果、美容効果っていうところも期待できますので、ぜひですね、ちゃんとしたこのスパイスとハーブの知識っていうところを身につけて、どうやって使っていったら、例えば美味しくなるかとか、どうやって使っていったら、何を使っていったら、こういう健康効果があるとか、こういう美容効果があるっていうことをですね理解していくといいんじゃないかなと、思います。はい。ということで、そのスパイスとハーブについてですねちょっと基礎の基礎っていうところから順番に解説をしていきたいと思います。まずはですねその
分類ですよね。スパイスってすっごいいろんな種類があるので、ちょっと大まかに、こういう分類がありますよっていうのをですね、ちょっと、分類分けしていまして、3つ大きくこの3つの分類方法で、分けてみています。まず1つ目が形態による分類ですね。で、2つ目は加盟による分類です。そして3つ目は、利用部位による分類ですね。どこを使うかといったところになります。はい、でスパイスのこの香りっていうのが結構メインだったりするんですけれども、香りっていうのはですね、揮発性の成分なんですね。精油のそのスパイスが持っている精油の成分が、香りの元になるんですけども、それって精油なので揮発しやすいという特徴があるんですよね。なんで揮発してしまうとその香りも飛んじゃうっていうことがありますので、要はその形態が細かければ細かいほど香りは飛んじゃいやすい、飛びやすいといったところになります。なので、そのスパイスの効能とか、香りですね、香りとかを最も引き出すことができる理想的な使い方っていうのはやっぱりこのもともと丸のままっていうんですかね、原型のまま、保存しておいて、それを使う直前に、すりつぶすとかミルで引くとかっていう風にして使っていくっていうのが理想なわけなんですよね。なので、そういった形で使っていくと、その都度新鮮な、香りを立たせることが、できます。でなんですけども、それが一番理想なんですけれども、やっぱりですね、例えばミックススパイスを作りたいっていう風になった時とかは、その元々の形のままではちょっと計量がしづらかったりとかするので、ミックススパイスとか作る場合はちゃんと粉にしてから、合わせていったりとかですね、そういったことをしていくんですけれども、その使い方に合わせてそのスパイスのこの形態、形状ですね、それを工夫していかなければいけないということになりますので、まずはその形態ってどういうものがあるのかというところですね。なんかあえて説明するまでもないような感じなんですけれども、一応大きく4つ分類としてあります。まず1つ目がホールですよね。ホールですね。これは丸ごとっていう意味なんですけれども、そのスパイスとかハーブをこの原型のままの状態で乾燥させたものです。それがホールですね。で、原型のまま丸のまま残っている状態なので、この揮発性のその精油成分ですね、香りがそのまま残っているということになりますので、結構長期保存に向いているのがこのホールですよね。結構ホールだともう本当に乾燥させているってこともありますし、やっぱり3年とかぐらいは賞味期限があるということになります。賞味期限というかその香りが持続する期限というイメージですね。はい、で、例えばですね、これ全部に当てはまる全てのスパイスがこういう形態あるっていうわけじゃないんですけれども、例えば分かりやすい例えで言うと、胡椒なんかだと、4つの形態に分けることができるんですね。胡椒って丸のままで売っているものもあれば、粉状になって売っているものもありますよね。そういった形で、あるんですけれども、胡椒の例えばその粒、ホールですよね。粒々のまま売っているやつはホールということになりますけれども、その粒のまま保存しておいて、使うときにそのミルとかを使ってですね、その料理の直前に引くっていうことをすると、最初から引いて粉の状態で瓶に入っているものよりかは、香りがいいということになります。あとはですね、そのホールの例えば胡椒だったとしたら、ホールのまま胡椒、この丸い胡椒はですね、例えばケーキとかそういったものにもそのまま入っていたりとか、します。その噛んだ時のそのガリっていうかプチっていうか、そういう食感と、あとはその噛んだ瞬間にふわっていう香りが出てくるっていうのを、アクセントとしてですね、生かすっていう目的で、そういったスイーツ系なんかにも使われることがあります。はい、そしてですね、次粗挽きですね。これはホールのスパイスを
ちょっと粗めにひいたやつというところですね。で、粉よりも比較的香りが出やすいということですね。胡椒だとめちゃくちゃパウダー状のやつと、あと粗挽き胡椒ってありますよね。粗挽き胡椒だとなんか若干ちょっとこの粒が大きいというかですね、そういったものあると思うんですけども、ホールに比べると香りは劣るんだけれども、パウダー状よりは香りがあるといったものになります。中間的な感じですよね。なので粗挽き胡椒はですね、特にお肉の下ごしらえとかですね、っていうことに使われることも多いですよね。あと調理の段階ではもちろん使われますけれども、加熱をする料理であった場合ですね、パウダー状のものを使うよりかは粗挽きのものを使った方が、風味が損なわれにくいという特徴もありますね。なので、そういったところでですね、ちょっと粗挽きとパウダーどうやって使い分ければいいのって思うかもしれないんですけども、そういったところで使い分けをしていただくといいんじゃないかなと思います。はい、そして3つ目は、パウダー状ですね。これは粉末状にひいたもの、もうすごく細かくひいてあるものということになります。でもともとパウダー状になっているので、香りが立つのすごい早いんですよね。バーって振りかければわーって香りがすぐに香りが立つんですけども、だけどもやっぱり香りが飛びやすいという特徴もあります。で香りは飛びやすいですし、あとはですね、そのパウダー状になっていることによって、まだ使ってない状態でも、その保存してある状態でもどんどん香りは日に日に飛んでいくっていうことがありますので、賞味期限自体は短くなります。ホールだと3年ぐらい持っていたものがパウダー状になって瓶詰めにされて売っているものは2年ぐらいの賞味期限になってしまうといったところですね。でパウダー状のものはですね、いろいろ、下味とかにも使えますし、料理のなんていうんですかね、初めの方に入れたりとか、あと仕上げにちょっとね入れるとか、あまり目立たせたくないという時に使うといいというところはありますよね。であとはパウダー状になっているので計量がしやすいです。なのでミックススパイスを作る時はやっぱりこのパウダー状を、胡椒もですねパウダー状を使った方が便利といったところになります。はい、そして4つ目はミックスですね。これは複数のスパイスを混ぜたものというところになります。やっぱりこのミックススパイスですね、単独でスパイスを使うっていうだけじゃなくて、複数のスパイスをもうあらかじめミックスした状態で使うといったところをするとですね、この違ったスパイス同士のこの香りとか、いいところをね引き立たせるということができますので、まろやかさがアップしたりとか香りがアップしたりとか、そういった効果が、期待できますね。でミックススパイスの代表格といえばカレーですよね。カレー粉ですよね。もうカレー粉ってその世界中でいろんなレシピがあって、もう本当にですね数々のレシピがあって、その世界の至る所に至るすごいたくさんの種類のその地域によってですね、全く違う、スパイスカレー粉っていうのが存在しているので、非常に有名ですよね。はい、なんかスパイスって言ったらもうイコールカレーみたいなイメージもあるかと思うんですけども、カレー粉っていうのはミックススパイスということになります。はい、以上がこの形態による分類ですね。でこの4つの分類は胡椒とかをですねちょっと例に挙げてみたんですけれども、これは主にというかドライスパイスに限ってこういった分類があるよということになります。ドライスパイスと、フレッシュスパイスっていうのもあるんですけども、ドライスパイスは乾燥させたものですよね。でそれに対してフレッシュスパイスっていうのは、その名前の通り生のものですね。生のスパイスっていうのもありますので、スパイスというかハーブが多いですよね。フレッシュスパイスっていうのはですね、生の植物を使いますので、そういったものの場合は、ペーストとかですね、あとは液体という形態も存在します。はい、ということで続いてはですね、今度は
加盟による分類なんですよね。でちょっといきなりですねちょっと小難しい感じに専門的な感じになってくるんですけれども、やっぱりですねこの何か何かっていう何かに属している植物なのかとかですね、そういったことを知ることですね。でですねその何か同じ科目のスパイスはだいたいこういう感じみたいなちょっと統一性があったりしますので、そういった統一的な特徴っていうのを知ることによってですね、よりスパイスを使う、選ぶどういったスパイスを選んでいったらいいのかっていうことに、役立つ知識ということになりますので、そのあたりもですね覚えておくといいんじゃないかなと思います。要は同じ仲間のスパイスだよみたいなことが分かるとミックススパイスとかを使う時と作る時とか、あとは複数のスパイスを料理に使っていく時にこの仲間のスパイスとこの仲間のスパイスを合わせた方がいいとかですね、そういったことが分かってくるわけなんですよね。なので、科目による分類のことをお話ししていこうと思います。大きく分けて、5つの科に分けることができます。まずは、セリ科ですね。セリ科はですねすごく可愛い可憐な花をつける、科目の植物なんですけれども、そのセリ科の種子種ですね、種子っていうのはスパイスとして結構世界各国でですね、幅広く使われているというものになります。で、種がスパイスとして使われていて、その、葉っぱですね、葉系は、フレッシュハーブとして使われたりとか、そういったものが多いです。で、セリ科どういうものがあるかっていうとですね、例えばフェンネルだったり、あとはコリアンダーとかですね、そういったものがセリ科の植物になります。そして2つ目がアブラナ科ですね。アブラナ科っていうのは非常に刺激的な辛みですね。辛いやつです。辛いやつイコールアブラナ科っていうふうに思っていただいていいんですけれども、例えばわさびだったりとか、あとはマスタードですね、そういったものがアブラナ科の植物ということになります。はい、そして3つ目は生姜科ですね。この生姜科っていうのは非常に強い香りを持っています。持っているものが多いですよね。で、その根の部分を使うものは特にですねこの滋養強壮の作用が強いというものが多いですね。なので、昔からですねこの薬効成分として使われていたっていう歴史もあったりします。で、生姜科はもちろん生姜ですよね。生姜とあとはターメリック、こちらも生姜科ということになります。ウコンですよね、ターメリック、はい、そういったものがあります。そして4つ目はシソ科ですね。シソ科はハーブ、どちらかというとスパイスとハーブの、どっちかというとハーブの方が多いですね。で、葉を使っていきます。なんか爽やかな感じの清涼感があるような香りがして、これもですね昔から薬用として殺菌とか、そういったことに使われてきたという歴史があります。で、シソ科は何があるかっていうと、ローズマリーとかですね、あとはオレガノですね。ローズマリーとかオレガノってなんとなく、その形想像できるかなって思うんですけど、葉っぱですよね。葉っぱのもの、シソ科っていうのは大体この葉っぱ的なものなんだよっていうふうに覚えるといいんじゃないかなと思います。そして最後は胡椒科ですね。これは胡椒科で胡椒ですね。ブラックペッパーだったりとかホワイトペッパーだったりとか、そういったものですね。で、胡椒科の植物は主に果実が使われます。で、爽快な香りがしてきますし、あとは独特なちょっとした辛みですね。辛みっていうのも含んでいますので、ちょっと料理のアクセントに使われるっていうのが多いですよね。はい、ということで、大きく分類してこの5つの科に、加盟によってですね、分類することができるんですけども、もちろんこれ以外にもたくさんの何々科とかっていうのがあります。例えば、山椒はみかん科ですし、
あとは、朝の実とかはクワカとかありますし、オールスパイスとかは、太もかっていうのがあったりとか、いろんな効果がもちろんいっぱいあるんですよね。なので、たくさんの科目のスパイスが存在しているということになります。ということで、最後はですね、この利用部位による分類方法ですね。その植物全体のどこを使うかっていうので一応分類ができるということになります。で、例えばですね、その分類どこを使ってるかっていうのってパッと見でわかるもの、例えばパセリだったり、さっきのローズマリーとかそういうのとか、ローレルとかですね、そういったものってもうパッと見葉っぱ使ってるなっていうのがわかると思うんですけれども、例えばじゃあ胡椒ってこのちっちゃい丸いやつなんですけれども、あれっていうのは実みたいな感じがするんだけれども、その植物全体の中のどの部分なのかとかですね、一見その胡椒の丸だけ見たらわからないですよね。で、あとはシナモンスティックってありますけど、シナモンスティックでスティック状になっていて、この紙みたいなやつがくる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 巻いてあるような感じのものですよね。シナモンスティックって形状だけ見たらもちろんまま木になっているとかそういうわけじゃないので、どこの部位をどういうふうに加工してああいうふうになっているのかとかですね、パッと見わからないんですよね。で、そういったものもあるようにですね、そのスパイスっていうのはその植物のいろんなさまざまな部位を利用して作られていて、種とか果実とか葉とか、そういったところがありますので、その、どこを使っているかの分類ですね、それを見ていきたいと思います。まずは、葉っぱですね。葉です。でこの葉を使う場合はやっぱりこのハーブの方に分類されるというか、スパイスもハーブも全体的にスパイスっていうことにはなるんですけれども、呼び方としてはやっぱりハーブというふうに呼ばれることが多いですよね。で、使い方としてはホールで使うことが多いです。で、ちょっとここ書ききれなかったのであれなんで書いてないんですけれども、葉っぱを利用するスパイス、ハーブってどういうものがあるかっていうと、例えば、ローリエとかオレガノとかカレーリーフ、あとローズマリーとか、バジルとかタイム、パセリとかですね、ミントの葉っぱとかですね、そういったものもあります。大体ですね、葉っぱはちょっと想像しやすいので、そういったものがあるといったところですね。そして続いては、果実、果皮ですね。果実の場合はですね、その木にそのままなっているその形のまま、要は木の実をそのまま乾燥させて、使用するっていうものもありますし、果皮っていうことになるとオレンジピールとかみたいにですね、その葉っぱじゃない、皮ですね。皮の部分だけを剥いでというかですね、剥いで乾燥させて利用しているものというところになります。なので例えばですね、オールスパイスとか胡椒とか、コリアンダーとか、そういったもの果実になりますし、あとは果皮だとオレンジピールとかですね、そういったものがあります。あと唐辛子とかも果実になりますし、パプリカとかもそうですね、あとカルダモンとか、山椒なんかもこの、果実果皮のところに入ってきます。果実ですね。はい、そして次は種子です。種ですね。で、その種子の部分っていうのはやっぱりもうそこの中にこの生命が凝縮しているわけなんですよ。いろんなものが凝縮して入っています。なので香りもすごく高いという特徴がありますよね。種子がやっぱり一番香りがギュッと詰まっているというイメージですよね。で、種子はやっぱりスパイスとしては非常に種類が多くてですね、クミンとかアニスとかナツメグとかですね、もういかにも種子、種っていう感じのものですね。マスタードとかもそうですし、あとごまもそうですね。そういったものとか、あとカルダモンシードとかセロリシードとかフェンネルシードとかフェネグリークシードとかあるんですけど、何々何々シード、何々シード、何々シードってなってるやつっていうのは
種、シード以外も使う、スパイスってあるんですよね。葉も使うし、果実も使うし、種子も使うしみたいなやつは、例えばそのカルダモンシードだったらカルダモンはカルダモン、カルダモンシードはカルダモンシードというふうに、分けるためにカルダモンシードというふうについています。はい、というのが種子ですね。そして次は、根っこです。根茎とかですね、そういったものなんですが、これはですね、ターメリックとかウコンですね、ウコン、ターメリックとか、あとガーリックもそういった、この分類になります。結構なので根とかその根茎っていうのは滋養強壮作用があるものが多いですよね。ターメリックとか、ガーリックとか、ジンジャーとかもそうですし、あとリコリスとかホースラディッシュなんかもこちらになりますし、あとわさびですね。わさびもこの、根の分類に入ってきます。はい、そして次は花とつぼみですね。花のこの美しい色をですね、そのままスパイスとして使うということで、着色に使うってことが多いということになります。華やかな香り、その花のいい香りを使うっていうのもあるんですけれども、着色は結構多いですよね。花とかつぼみはクローブとか、あとはローズとかですね、サフラン、あと紅花なんか、紅花でよくその着色料のとこに紅花色素とかって書いてあるのってよく見ると思うんですけど、そういった紅花とかですね、あとはサフランライスとかですね、黄色いご飯ありますよね、カレーと一緒についてくるみたいなやつでサフランライスってあるんですけども、あれはそのサフランっていう花の色をつけているというものになります。クローブなんかはですね、使い道いろいろあるんですけど、ちなみに私はこのクローブをゴキブリよけに使ってます。クローブの匂いが苦手らしいんですよ、ゴキブリって。なので夏になるとですね、ちょっとそのクローブのホールのクローブにちょっと油を染み込ませたやつをちょっと玄関先とかですねに置いておいたりとか、パウダー状のクローブでもいいんですけども、独特の匂いがして結構いい香りがするんですけども、それを置いとくだけでゴキブリよけになるということがあるので、これ結構おすすめです。はい、そして最後は、樹皮とか、あと種皮ですね、皮ですね。あんまり種類多くないんですけれども、シナモンとかはこの、種皮の分類に入ってきます。あとメースとかですね、カシアとか、そういったものがあるんですけども、メースっていうと、そのメースはその種なんですけど、種の皮の部分はこのメースって言うんですけども、その中身はナツメグなんですよね。なので一つの植物であっても使う部位によってこう違う名前になっていたりとか、するということもありますし、使う部位によって全然その香りとかですね、使い道用途が違ってくるということもありますので、結構ですねその辺も奥が深いかなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、スパイスとハーブの、基礎的な部分ということで、分類の仕方というところを解説してきました。で、次回からはですね、さらにそのスパイスについての、いろんなですね詳しい解説なんかをしていきたいと思いますので、シリーズでやっていきますので、ぜひですね次回からも見ていただけますと、嬉しいです。ということで今日も、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。